どうも徳井です。ですね、今回、ザ開封なんですけれども、ちょっと待ちに待っていたものが届きました。それがですね、メスティンの蓋です。メスティンの蓋はっていう感じになる方もいらっしゃると思うんですけども、そもそもメスティンとは何かということを説明しますと、これですね、キャンプとかで使う、要は昔で言うたらお米を炊くときに飯盒ですね、こういうちょっとティアドロップのサングラスみたいな形の筒のやつですね。あれが昔はよくキャンプで、お米を炊く時に使われてたんですけれども、最近ですね、このメスティンというこのね、長方形の角がなく丸い感じの、これがですねすごく、キャンプシーンで大流行りしてましてですね、いろんな本当にいろんな国内メーカー海外メーカーいろんなところが出してるんです。もともとですねトランギアっていう海外のメーカーが、出してたメスティンが、オリジナル商品というか、そういう感じで、メスティンといえばトランギアみたいなことになってるんですけれども、それが大ヒットしてるというところで、いろんな、いろんなメーカーが、出したりしてます。ニトリさんとかも出して、ニトリのメスティンがもうニトリなんでやっぱりねお値段も抑えられてで質もいいみたいなことで、すごい売れたりとかしてるんです。もう本当に品切れ状態になったりとかしてるような、商品なんですけど、この、メスティンがなんでここまでキャンプシーンで流行ってるかと言いますと、まずはご飯が炊けるっていうところと、あとなんかこのこう取っ手がついてるんで、いろいろフライパンとして使ったりとか、お湯沸かすこともできるし、缶詰入れたりなんかして炊き込みご飯にしてね、使ったりとかいろいろ幅広く使えるっていうところで、メスティンがすごい流行ってるんですよ。で僕の動画の中でもアルコールランプでこのメスティンでお米炊いてる時もあったと思うんですけど、アルコールランプをこの中にしまい込んで、なんかフォークとかもこの中にしまい込んでスタッキングして、こうやって持っていくみたいな、すると荷物がすごい少なくなったりとか、いろんなメリットがあったりするんで、このメスティンが大流行りしてるんですけれども、で今回私の買ったものがですね、非常に前から気になっておりましたメスティンの蓋なんですね。なんでメスティンの蓋なんか特別買うんやというところなんですが、私が今回買ったのがですね、メスティンの鉄製の蓋なんですよ。普通メスティンってこうやってもう蓋も下側と蓋とセットで売ってますから、蓋だけ単品で買うってことはないんですけど、オーバーノースさんというメーカーの金属加工商品の販売をされているメーカーさんがですね、このメスティンの鉄の蓋を出したんですよ。でそれがすごい前から興味があって、多分1ヶ月ぐらい前に、ネットで注文して、それがですねまたこれ大人気なもんで、多分オーバーノースさん的にもそんななかなか大量生産することができなくって、もともと数が少量ずつしか出せないっていうのと、あとすごい人気になってしまったっていうところで、今多分ネットでホームページとか見ても、品切れ状態になっていると思います。でですね、僕も1ヶ月ちょいぐらいかな待ちまして、やっと届きました。ちょっとねいろいろ説明する前に開封していきたいと思います。これです。これがオーバーノースロックパン S、これ S ってなってますけども M 大きいサイズも、ございます。早速開けていきましょう。パッと開けますとですね、こんな感じになってます。で取っ手付きなんですね。こういう取っ手がついてます。これで引っ掛けて蓋を持てるっていうことですね。鉄製なんで熱くなりますんで。でその本体がこちらです。かっこいい。ちょっと開けましょう。もう猫も来てます。猫も寄ってきてます。これです。これなんです。うわいいですね。
さすが日本のメーカーのこの金属加工商品ですから、すっごいいいですね。もう品質がいい。本当にこの辺のね縁のところなんかもすっごい綺麗に処理されてますし、でちょっとこううっすら油が塗ってあって、ちょっと一回拭いてみましょうか。はい、こういう感じですね。見えますかね。このセンターのところにロゴが入ってます。オーバーノースっていうロゴが入っております。でこの商品がですね、もともとそのトランギアのメスティン用に開発されたものなんですけど、一応メスティンね、本当いろんなメーカーから出してるんで、メーカーによって微妙にサイズが違ったりとか、これの縦横の長さのサイズが違ったりとか、この R がちょっと微妙に違ったりするのかな。なので、合う合わないっていうのがあったりするんですけど、一応この、なんかネットで見たところ、この一応トランギア用に作られたメスティンなんですけどニトリのメスティンにもどうやら合いそうだということで、僕の使ってるメスティンがですね、これニトリのものではなくて山善さんのものなんですけど、どうやらニトリで売ってるメスティンっていうのはもともと山善さんのものを、ニトリの商品として売ってるらしいんで、多分形は同じだと思うんです。なので、ニトリがいけるなら、これもいけるはずなんで、今回購入しました。とりあえずですね、これ合わなかったらあれなので合わせてみたいと思います。合います。合いました。ご覧ください。ぴったり合います。はい、合いましたね。いや、いいですね。かっこいいな。あ、よかった。これちょっと合わへんかったらね辛かったんで。でこの商品なんですけど、でこの鉄は鉄でも、黒革鉄、黒い革の鉄っていう、ものが使われてましてですね、それが何かって言いますと、鉄を加工する中でこのね表面にこの黒い層ができるんですよ。で、他の鉄製品とかだと表面にこう加工してあったりとかして、新品の状態が極力長く続くようにみたいな加工がされてるんですけど、この黒革鉄っていうのが国費鉄なんかな、黒革鉄なんかな、それがですね加工をしてない状態の鉄でございまして、で使っていくうちにこう経年変化が楽しめるっていう、風合いを楽しむ鉄なんですね。だからこれもガンガン使っていって、こうよく日に当たってるところは色が変わったりとか経年変化をしていくんです。そういうのを楽しむっていう、そういう鉄ですね。今日に当たるところって言いましたけども、これなんでわざわざね鉄の蓋買うんやと思うと思うんですけど、こうして持っていきますよね。でご飯炊く時なんかにも、結構ねこの普通のアルミの蓋で炊いてますと、上になんか重しとか乗っけないとグツグツなってきて、こう上から吹き出したりするんですよ。で物を置いたりとかするんですけど、この鉄の場合上が重いんで、吹き出すっていうこの蓋が浮くことがないってことですね。多少ね間から漏れることはあると思うんですけど、ボコボコなって外れちゃうみたいなことはないっていうのと、何よりもこの蓋自体が鉄板になるってことなんですよ。この鉄板でお肉とか焼けます。それがねこの男のこのギア心をくすぐるといいますか。だから結構鉄板とかフライパンとかなんかいろいろ調理器具とかいっぱい車に積んでキャンプ行きますなんていう時は別にいいんですけど、なんか極力荷物を減らしたいとか、僕バイクツーリングバイクキャンプもしますんで、バイクとかの場合はやっぱり調理器具とかも極力減らしたいんですよね。荷物を少なくしたいっていう時にこれがあると
メスティンでご飯を炊ける兼蓋でお肉焼ける調理ができるっていう、これがね非常に便利なアイテムなんですね。しかもこのなんかこのなんていうんですかね、この道具としてこのどんどん育っていく鉄で、ここにいろいろしまい込んでこのコンパクトに収まるこのねギア感がとてもいいんですよね。いや素晴らしい。であとちょっとね、これの鉄板の場合はこうやって縁がちょっと高くなってますんで、なんかちょっとお肉焼いてなんかソース入れたいとか、ちょっとした汁物も、縁があることによってできるっていう、素晴らしいですね。いや素晴らしい。ご覧ください、ここの仕上がり、滑らかな仕上がり、わかりますかね、このこのツルツル感、バリって言ってね、こういうのもそうですけど、このキワキワのところがこうザラザラしてたりとか、こうギザッとしてるところがあったりとか、たまにね、粗悪なものだと、バリっていうのがついてたりするんですけど、もうそういうのももう山善さんのは一切そんなんないですし、これもね本当に金属がきれいに加工されてますね。やっぱ日本の技術力の高さです、金属加工の。せっかくなので一応今日お肉を用意してるんで、この鉄板で肉焼きます。でまず、こういう鉄板っていうのは基本的に1回目最初使う前にですね、シーズニングという作業をしないといけないですね。それシーズニングっていうのが大体くず野菜とかをねババーっと炒めて、で一旦捨てて、くくっと拭いてっていう作業をすることによって、焦げ付きにくくするための一番最初にやる作業なんですけど、鉄板とかによってはもうシーズニングがメーカーさんの方でもう完了してますなんていう商品もありますんで、必要ないものもありますけども、これはすごい表面ツルツルしてるからなんかあんまひっつきそうにないですけど、一応ねシーズニングなしで大丈夫とかって書いてなかったんで、一応ね軽くシーズニングしたいと思います。はい、一旦ここで火にかけましてですね、していきまして、で一応ねちょっと油を垂らします。でちょうどだいぶ古くなってしまったネギがありましたんで、これをですね炒めていきます。よくねくず野菜を使ってくださいなんていうふうに言われますけれども、最近はね結構もうシーズニングいらずの、商品なんかも結構多いんですけど、最悪しなくても別に使えるっちゃ使えるんでいいんですけど、一応ねせっかくなんでやっておきましょう。もうこの商品なんかは本当に変に加工とかもしてませんし、その鉄そのまんまなので、割とねなんか焦げついたら焦げついたで、またその焦げ付きを使い終わった後にガリガリ削って落とすみたいな、割とこのハードなね使い方を本来していくものなので、もうほんででも1回使うだけでね結構最初の鉄の色から変わると思います。もうこの辺なんかだいぶねちょっと色変わってきてますんでね。でも黒革鉄っていうのがですね割と本当にこうどんどんもう変色してなんぼみたいな、そういう鉄みたいなので、なんか色変わってきたなとか、そういうことはもう気にせずに使っていこうと思います。いいですね。ちょっとこの元々のこのシルバーの色からそこの青光りするようなね、そういう色に変わってきました、ところどころ。はい、このぐらいでいいんじゃないでしょうか、シーズニングの方は。ネギ捨てます。でこの状態でもう一回ちょっと油を引きまして、キッチンペーパーかなんかでち
ちょっとシャシャシャーっとシャシャーっとしてやります。はい、シーズニングの方法ね、微妙にこう人によって私はこうしますとか僕はこうしますみたいなのあると思うんですけど、私的には大体このぐらいでこんな感じでいいかなと思っております。さあでは今回このお肉焼いていきましょう。以前キャンプ場の動画でお会いしましたタナさんからいただいたこの調味料、バターを入れまして、換気扇若干強くして、さあじゃあ参ります。ベストサイズ、ジャストサイズ、いいですね。いいですね。こういう感じでね。だからもうソロキャンプなんかではもう十分ですよ、これで。いいですね。でもちろんこうやって塊肉を焼くだけじゃなくって本当に、小さい鉄板ながら、ちょこちょこっと一人用ぐらいやったら野菜炒めみたいな、アスパラベーコンとかそんなんも作れるし、いいですね。さあ食べましょうか。さあ出来上がりました。ミコス、この鉄板メスティンの蓋で、焼いたお肉、いいですね。いただきます。鉄板なんでね、ほんと焼き加減最高となっております。どやります。ミコちゃんあかんよ。いただきます。うまい。すごくいい感じに焼けてます。やっぱ肉はね、鉄板で焼くに限る。でこの鉄板分厚さもそれなりにあるんで、本当に美味しく肉焼けますね。もうソロキャンプの時とかなんやったらもう本当ね、おっさんはもう夜酒とこの肉1枚とかで十分やったりするんです。もちろんこの今こうやってボードの上に移してますけど、この鉄板のこの上でこうやってね、こうやって食べることももちろんできますし、食器になるっていうね。でこのお肉を炒めで、このお肉を焼いた後にこのね、このメスティンで炊いたご飯をちょっとこっちに乗っけてね、ちょっとバターと醤油かなんか入れて、ちょっとニンニクパウダーみたいなの入れて、ちょっとこのガーリックライスを作ったりとか、そんなんしてもいい、最高だと思います。でガンガン激しく使えるものってね、気を使わなくていいですからね、メンテナンスにあんまりね。じゃあちょっと一旦この鉄の蓋を洗ってみて、どんな感じで変化したか見てみましょう。さあさあ、たわしでねゴシゴシこすってきました。こういう鉄板とかフライパンとかは洗剤とかつけずに洗ってください。せっかく油の層がね表面にできてますんで、だんだんこの油が馴染んでいって、どんどん焦げつきにくくなっていくみたいな、そういうものなので、洗剤つけてスポンジでゴシゴシするなんていうことはやめた方がいいと思います。はい、こういう感じでもうね、すでに、この辺は割と最初の感じが残ってますけど、この日が当たっていたこういう部分っていうのはやっぱもう変色しましたね。
これが味です。で裏なんかもこういう感じで、これしっかり結構たわしでねゴシゴシやってるんで汚かないです。内側もこうね油がついて温度が上がってたところがこう汚れといえば汚れなのかもしれないですけど、こう変色していく、こういうのを楽しんでいくという代物ですね。でどうしても気になる人なんかは本当に金沢市とかでガーってこすったらこの辺のね、特にこっちよりもこっちの方が、色が変わってるっていうのもあるけど、この油のねなんかこういう汚れというかなんというかそういうのがこう付着してるんですけど、こういうのもほんまに金沢市でゴシゴシってやったら取れますんで。ただ基本的にはもう普通のたわしでガーってこすってますから、別にもうこれは別に汚れっていうものではないですね。もうこうなったものなので全然気にすることはないかと思います。いやこれはいいですね。はい、というわけで今回はオーバーノースさんの鉄製のメスティンの蓋ロックパン S でした。本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。